こんにちは。ナミシャダオ日本語レッスンのナミです。日本は少しずつ暖かくなってきました。皆さんの住んでいる場所ではどうですか？もう3月になりましたね。日本では3月はさよならとはじめましての季節と言われています。学校で卒業式があったり、会社で移動があったり、環境が大きく変わる時期です。皆さんの国では3月はどんな季節ですか？はい。今日は2026年3月の日本のトレンドと話題になったことについてお話しします。今の日本で何が起きているのか、どんなことが今トレンドになっているのかがわかります。話すレベルは N2 から N3 くらいの、内容です。中級レベルですね。はい。では皆さんリラックスして日本語を楽しみましょう。はい。まず最初のトピックは WBC です。はい。WBC。これはワールドベースボールクラシックの略です。略とは簡単にした形という意味です。3月は WBC という野球の国際大会がありました。野球が好きな人ならもう知っていますよね。はい。3月は、日本中がこの話題で熱狂しました。うん、つまりみんなが WBC に夢中になってものすごく盛り上がったということですね。はい。私は野球が大好きなので、日本の試合はすべて見ました。生放送で、ライブで試合を見たいので、日本の試合がある日は、仕事を早めに終わらせました。そのくらい野球が大好きです。多分、野球が好きじゃない人とか、興味がない人は、このトピックは多分面白くないと思います。はい、すみません。だけど、日本では、普段野球に興味がない人でも、こういう国を代表して戦うような国際大会の試合だけは、家族や友達とみんなで見ることがあります。うん。あと、テレビや新聞でも、この WBC の話で持ちきりです。はい。持ちきり。はい。これはみんながそのことばかり話している状態です。はい。WBC の試合の結果について話すと、日本は準々決勝のベネズエラとのゲームに負けてしまいました。はい。なので、もう優勝することができませんでした。うん。まあ、SNS では、もう試合に負けたのがショックで、もう仕事に行きたくないですとか、もう優勝すると思って、決勝戦の日はもう仕事を休みにしたのに、などの声がいくつかありました。残
残念な結果でしたけど、まあ、個人的には、私がいつも応援しているオリックス・バファローズの選手が、たくさん試合で活躍していたので、すごく、いいプレーをしたので、もうそれだけで満足です。はい。あと、普段アメリカのチームで野球をしている日本の選手、例えば大谷翔平選手や鈴木誠也選手などを見ることができたのはすごく嬉しかったです。はい。日本で野球は大人気、なんですけど、皆さんの国では野球は人気がありますか？うん、多分国によって人気のスポーツはね、全然違うと思います。ぜひコメントで教えてください。では、2つ目のトピックは、今しか楽しめない日本の春の味、桜スイーツについてです。はい。3月になると、日本のコンビニやスーパーはもうピンク色でいっぱいになります。はい。それは桜味の食べ物がたくさん発売されるからです。うん、皆さんはもう今年の桜味の商品を何か食べましたか？うん、まあ、食べたことがない人は、桜味ってどんな味えと思いますよね。はい。なんか、桜味は甘じょっぱい味がします。はい。甘じょっぱいは甘くて塩辛い、ソルティが一緒に来ることです。うん。そして、桜の甘い香りがします。うん。私はいつもこの香りがすると、春をとても感じます。はい。じゃあ、ここで今月の、コンビニの新商品をね、なんか見てみましょう。はい。セブンイレブンでは、桜と宇治抹茶の和パフェが話題です。はい。なんか、この緑色とピンク色が、春が来た、という感じが、するスイーツです。はい。あと、ローソンでは、桜ラテ大福という、ふわふわした食感の新商品が出ています。はい。こういう季節を感じる商品は、期間限定のことが多いです。はい。期間限定とは、この限られた期間だけという意味ですね。はい。日本の桜スイーツは3月からだいたい4月の、中旬までの短い間しか売っていません。はい。ですから、お店で期間限定という文字を見つけたら、買ってみることをお勧めします。はい。また、桜味の商品は、お菓子以外にも、ビールやスターバックスのフラペチーノまで桜味になります。スーパーに行くと、パッケージが桜のデザインの商品がたくさん並んでいて、見ているだけで春を感じます。はい。あと、これは食べ物じゃないんですけど、桜の香りの日焼け止め
サンクリームを最近ドラッグストアで見つけました。あと、桜の香りがするハンドクリームなどもあって、春限定の商品がたくさん今発売されています。はい。日本の桜味の食べ物や桜の香りがする商品を買ったことがある人は、何を買ったのか、ぜひ、YouTube などでも教えてください。はい。では、次は文化の話をしましょう。はい。3月の風物詩についてです。はい。風物詩とは、その季節を代表するものやイベントのことです。はい。関西の奈良県では3月になると東大寺というお寺でお水取りという行事が行われます。はい。これは、火をつけた、木の棒を振り回す、そういう仏教の行事です。はい。私は関西に住んだことがないので、お水取りという行事のことをあまり知らなかったです。はい。春が近づくと、毎年、テレビで見るなぁという感じです。はい。でも、関西に住んでいる人からすると、このお水取りというイベントが春を感じる大切なイベントだと思います。それから3月20日頃には春分の日があります。はい。この時期を日本ではお彼岸と呼びます。はい。このお彼岸の時期は、お墓参りに行って、自分の先祖に感謝する、そういう習慣があります。そして、この時に食べるのが、ぼたもちです。はい。皆さん、ぼたもちを知っていますか？はい。これはあんこで、お餅を包んだ甘い食べ物ですね。はい。皆さんは甘いもの好きですか？はい。ちなみに、ぼたもちを食べると、悪いことから守ってくれると言われています。スーパーやコンビニでも売っているので、日本旅行の時にぜひ食べてみてください。はい。そして3月20日の春分の日は、祝日なので、家でゆっくり過ごしたり、ピクニックに行ったり、あと散歩したりする人も多いです。私もこの日は健康のために3時間散歩しました。はい。ちょっと歩きすぎて疲れちゃったんですけど、音楽とかポッドキャストを聞きながら歩く時間はいいリフレッシュになりました。はい。皆さんの住んでいる場所で春のイベントや祝日などはありましたか？はい。じゃあ次は、最近の日本の若者の間で流行っているちょっと面白い言葉を紹介します。うん。皆さんはシャバいという言葉を聞いたことが
ありますか？シャバい。この言葉は最近、若い人たちを中心によく使っている、日本語です。実は、この言葉はもともと、なんか昔の不良たちが使っていた言葉なんです。はい。不良とは、ちょっと悪いことをする人たちですね。はい。その当時は根性がない、心が弱いとか、かっこ悪いという意味で、このシャバいが使われていました。まあ、だったんですけど、2026年の今は、この言葉が全く違うニュアンスで、使われているんです。うん。今の若者たちが使うシャバいには、ダサい、つまらないという意味で使われます。例えば、どこにでもあるような、普通のファッションや、みんながやっていることを真似するときに、それちょっとシャバくないと言ったりします。これは、ダサい、かっこよくないという意味ですね。はい。他にも、大学の授業がつまらないときに、今日はちょっとシャバいねと言ったりします。これは、もう今日はつまらないねということです。まあ、ちょっとネガティブな言葉ですね。うん。あ、ちなみに、シャワイという言葉は、とてもカジュアルで、少し相手をバカにするような、ニュアンスも入っています。なので、年上の人や先生には絶対に使わないでください。はい。仲のいい友達同士で、それシャバいよ、と、冗談で言うくらいがちょうどいい言葉ですね。はい。うん。というわけで、今日は2026年3月の日本の話題、トレンドをお届けしました。うん。いかがでしたか？少し難しいね、言葉もあったと思いますが、ニュースや流行を知ることは、語彙、ボキャブラリーを増やすいい方法です。もし、わからない言葉があったら、動画を止めて調べたり、トランスクリプトチェックしてみてください。はい。トランスクリプトの、サイトは説明欄にあります。はい。あと、最近、パトレオンを始めました。はい。このパトレオンでも、ポッドキャストのトランスクリプトをチェックすることができます。他にも、私のお気に入りの日本の食べ物や日本の商品について紹介しています。はい。日本旅行のお土産の参考になるので、見てくれたら嬉しいです。はい。今日見てくれて本当にありがとうございます。皆さんの国で3月に話題になったことがあったら、ぜひ、いろいろ教えてください。いつもたくさんのサポートをありがとうございます。はい。それでは、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。